土台ありまして、これも買ったんですか？ということで、おはようございます。朝早いですよ、監督。どうも小川監督です。今時刻は4時12分です。やばい。ちょっとね、オープニングで外で撮りたかったんですけどね、雨降ってるんであいにくですけど、今どこに向かっているかというとですね、とある某所岐阜に向かっております。岐阜。何をねしに行くかと言いますとね、ポケットリフターってあったでしょ、動画で。あれ買っちゃいました。マジっすか？はい、あれ買ったんで、ついに追いついてないです。追いついてない。はい。突然呼び出されてるからな。ドッキリじゃないですよね。ドッキリじゃない。楽しいわ。なんかこうやって動画できるんやったらな。そうっすね。俺ら別に動画じゃなくてもやってるもん。動画じゃなくても。これから高速乗ってね行きたいと思いますんで、はい、ちょっと皆さんね交互期待ということで。やばいです。ハンドル取られてます。おあれやねんか。大丈夫かな、ポケットじゃんけん。もしかして俺らは阻まれてるかもしれない。僕が個人でダーツバーに1台機械をリースで置いているんですけれど、そういうのもちょっと今後やっていきたくて、ところも探しながら使うものをちょっと食べていただけたらっていう。これ懐かしいですね。見たことあります？あります。これは今元の電源の基板が壊れていて、直しながら。そうですね。ちょっとその辺が手に入ったら動くっていう。懐かしいですね。結構古いやつばっかりなので。これちょっとこれとこれセットなんですけど。なるほど。これ単体では使えないんですよ。なるほど。開くんですね。でこのケーブルをこれとこれでつなぐんです。で中の穴に通れば中のスイッチが押されてガチャって勝手に開くように。すげえ。ここの鍵はまた開いたやつを景品入れてセットする時の扉閉める時のロック用の鍵っていう。これはまだ動かないんだ。鍵のは動作確認できているんですけれど、これがレンタルに出したらちょっと壊れて帰ってきたんで。なんか追加で買おうとしてます。よかった入る。いいなと思って。入るでしょ。今買ったのはうちはそのクレーンのやつですね。これか。これとこれで。これ足ついてるんですよね。土台ありまして。これも買ったんですか？いつ買った？知らなかった？聞いてないんですけど。買ったよ。ノリで。何やってんすか？黄色いやん。ああ、そっか。うちのカラーに合うよ。黄色は確かにそうだ。だからちょっと買いました。赤と黄色で。はい。行かれてる。これ動くんですよね。それはもう完全に動きますね。説明書もつけてあるんで。ありがとうございます。こっちやなる。すげえ。まさかこれがうちに来ると思わなかったな。設定も変えられるんですね。設定も変えれます。多分設定の例がこの辺に書いてあるので、見ながらやってもらえれば。基本的にどんなものを入れられるんですか？ポケカ系ですね。はい。うちはポケカのお店をやってるので、はい。これをなんか今動画にしたら結構回ったんですよ。100万ぐらい回ったんですよ。買ってみた動画を買っちゃったって感じです。はい。思ったよりでかい。あ、そうだ。このああいうなんかこういうなんか鍵が入るようなやつはこういうのは売ってないですね。でもボックス自体が結構需要があって高いんですけども、自分買ったのでも1台5万ぐらいなんです。ああ、結構そうですね。これって売ってもらえたりします？でいくらでいきます？いやだってこれほら鍵これ入ってる。これ鍵あります。だってこれ黄色でさ横に並べたら景品入れられるやん。そうです。で鍵取ったらあれが開けれますよっていう。鍵盗まれちゃったらどうするんですか？この場合は一番きついですね。鍵が開かなくなるので、逆に鍵をゲットして景品持っていかずに鍵だけ盗んでいく人っていうのは多分今までにも聞いたことないんですけれど、もしお客さんが回した後ですね、ロックかかるようになってるんですよ。こっちでお店側の鍵で解除するっていう。じゃあ予備も作れるってことですね一応。僕の方で持っている鍵がそれぞれ一つずつしかないので、ここを取り替えることも全然できるので、鍵はちょっと取り寄せになってしまうんですけれど。両替機も面白いな本当に。すごいマニアの方に。東京の方でやられているんですか？そうです。東京に3店舗ぐらいあるんで。あ、本当ですか？すごいですね。レトロ感あるね。一回つけてみますこれ。そうですね。一回動作確認だけちょっとさせてもらって。
っと待ってください。はいちょっと一回切ります。はい一番だけなんかゲットハンディ本来はあそこまで上がらないっていう最初の動作で。爆音。これ実力機なのこれこれ実力機です。気力機っていうのはもう技術次第で取れるみたいな。パワーがもう決まってしまっているっていう。なるほどなるほど。で一応説明書にもちょっと書いてあるんですけれど、この2つのスイッチで設定を行うんですけれど、スイッチ1と2っていうのがこれのオンオフの組み合わせでパワーが4段階、例えば、両方ともオンオンにすると一番強いっていう風になるんですけれど、今はそうですね、両方ともオンオンなので一番強いっていう風です。ごめんなさい、元からついていた爪がちょっとこれしかなかったので、あはいはいこれのみになってしまうんですけど、このタイプですとどっちかというとくじキャッチャーとかでなんか使われるところもあったり、パワーがもう決まってしまってますので、なんか置いてとかってやるともしかしたら一発で取られてしまう危険性もあるので。あと弾とかあ、そうですそうです。ああそこです弾でも、確実にもうパワーによってはもう100円で1回取れてしまいますので、もしくはそのパワー次第によっては取れないかみたいな感じです。5番にイカ判定してないのに5番に行ってるんじゃないですか。1回上がったところで、本来センサーが検知して、でもう1回下がってっていう風なのが本来なんですけれど、そこで検知しないので、だんだん上がってってっていう。はいしょうがないね5番にいるはずないのに5番にいるみたいなので得られちゃうみたいな。あ、センサーなんだ。ちょっと多分今日難しいっすよね。そしたらこれグラグラなのわざとグラグラなの。一応ネジで締められる程度なので、すぐ締めすぎるとアクリルが割れてしまいます。ああなるほどなるほど。とりあえず持っていきましょうか。これいいな。これもう売れちゃってるやつですか。これもそうね、販売先が決まっているので、ちょっと1台は自分個人で使おうかなと。これってお兄さんが使うんですか。の予定で。これちょっと怖いので。ちょっとじゃあ電源。なんかお兄さんこれいいからお兄さんこれいいから。どうですか。これ今これ振った人で10万プラス税。これ何なんですか。これもいわゆる確率機で。あ、確率機なんですね。そうなんですよ。何回かに1回取れるみたいな。ちょっとこれ欠陥があって YouTube でもちょっと公開されていたんですけれど、確率無視して取れてしまうっていうバグがあるので、ちょっと場合によっては使いづらいっちゃ使いづらい。あー、なるほど。この具も売れちゃってるんでしたっけ。これは売れてないんですけれど、元の電源基板がちょっと今壊れていて、なるほど変えれば動くっていう。ちょっとレオミニは他のクレーンに比べてちょっと動きが遅いやつになります。すげえ。どんぐらい強いですかね。僕一回入ってみます。どんぐらい強いか。めっちゃ欲しがるじゃないですか。これちょっと可愛いなと思って。日っぽい。逆になんかこういう機械が欲しいとかっていうのがあればなんか探してくることとかもできますし、こういうのって閉店したゲーセンから取り出せたりするんですか。自分の場合は直ではないんですけれど、その間に違う人がいてっていう感じですね。じゃあこの子には歴史があるというわけですね。結構なんかでもあれじゃない。荒く使われてた感じするな。かわいそうです。23年ぐらい。それから結構もうあれですね。ずっと置かれてたんですかね。これはなんかずっと最近まで使われていたやつ。あ、そうなんですね。取ったらこのエラー絶対なんかすぐ直そうだけどな。確かにそうですね。なんかやり方分かってる人いたらすぐ直そうじゃないですか。よし、ちょっと今これから積みますんで。何キロぐらいあるんですかねこれ。80キロと書いてあるんですね。 80キロ。結構重いっすね。横に倒さない方がいいですよね、これ絶対。僕運んできた時は一応横に倒して運んでこれたので。じゃあ横に倒そうか。立てたら危ねえだろこれ。いや、ガラス割れたらね、なんだかんだ結構高いじゃないですか、ガラスも。ガラス高いですよもちろん。パーツもね、ほんと売ってるんだ全部。メーカー自体のサービスが終了してしまっているので、本当中古で取り扱いしているところがあればっていう感じですね。これがでもお兄さんに連絡すれば基本的にいろいろ。そうですね、全然。じゃあもうそれでお願いしよう。僕も同じ感じでたまにヤフーオークションとかから機械買ったりとかもするんですけれど、あそうなんですねそういうところで業者さんとつながったりとか面パターンの方が多いですね。
とうちまだちょっと2台もっと置きたいんで、これからまたお世話になる。ちょっと買ってくれたらこっちもあ、もう買いますよ、もちろんね。はいいろいろ検証していこう。面白い。見入っちゃうよね。見入っちゃいますなんか喋るの忘れちゃうわ。喋ってください喋ります。向こう行って綺麗にして人間仕様にしてちょっとやりたいと思います。なんか新しいさ、こういうさゲーム機受け入れらんないんじゃん。なんか、まあ、触る気起きないんだよね。わかる？タッチパネルみたいななやつですよねそう、なんか受け入れらんない俺。これで遊んでたから俺。高いよねタッチパネルのやつなんか調べたら60万とかの話なんですよそうこっちでいいやん。こんなはいなんかこういうの直してさ使って楽しくない？こっちが正面です。あ、こっちが正面。はい。はい。で台の左側下のところに電源スイッチがあるんですよ。それが合わさるように。オッケー。それありがとうございますありがとうございます。すみませんお時間とら。やばちょっと汚いからきれいにしないと。いやクレイジーやな。クレイジーっすよマジでやばいなマジで。やばいやばいやばい。いい感じの設定かもしれないですもしかしたらで取れちゃいますよ。下判定されてない可能性ある電源してこれが下がらなきゃまずいおおよかったよかったおよかったよかったよかったあれちょっと待ってちょっと待ってこれマジこれセンサー問題じゃない可能性あるこれやっぱセンサーじゃなくて完全初期化ってあるのかななるほど。ゲスト判定されてたってことか。ってことは初期化すれば多分一応直る壊れてなかったってことになるかもしれないどうやって出荷するの？ストップボタンを押しながらリセットボタンを5秒押し続けるテストモードとオフですよね。テストモードオフです。終わったわじゃあ。これ帰れる。すごい。でこれ今戻して大丈夫です。すごいわ。やっぱり東大生それ東大すごいっすねやっぱ関係ない。これもう諦めてたもん。ハマるわ。ありがとうございます。これでうまくいけば。ああ、じゃあ、治ってます。大丈夫ですね。あ、OK です。これで電源を押しておしまいですね。どうですか、ヒロム。いやおもろいっすよめっちゃすぐ買ったな。はもう買うっつってすぐ買ったから。ここにあるってことはどういうことかっていうと、いはいこいつをもう徹底的に分析しようと思います。おマジっすかはい。もうあそこでやったらさ、子供の邪魔とか言われるし。ああそうそですねれならもう買ってやろうと。というわけでね、こいつを徹底分析してね、実際に取るまでやってやろうと思うんで、こう僕したいということで、はいよろしくお願いします。お願いします今日はちょっとヘロヘロなんで、帰って寝ましょう。ありがとうございました。ガラスの液体の話聞きたいな。ガラスは聞きたいです。なので、これも携帯「のばえこさん」